はい、かぶじいさん始まります。はい、日高の裾野のキャンプ場の朝を迎えました。日高山脈を小次郎で駆け抜けます。はい、太平洋に出ました。潮風と太陽を浴びながら走ります。静内の静かなキャンプ場にテントを張って温泉でゆっくり旅の疲れを流しました。いよいよ最後のキャンプになります。北海道ツーリング9日目、帯広から日高へ向かいます。ラストのおまけ動画までちゃんと見てってくださいね。日高山脈の懐深い山のふもとのキャンプ場の朝ですね。ひんやりとした空気、すがすがしい雰囲気に包まれています。昨日管理所で野生の動物が出るので、食べ物はテントの外に出しててはダメですよって言われたので、テント内にしまっておきましたんでね、動物にやらせることはありませんでした。目の前を思いっきり透き通った薩内川が流れています。日の出はだいぶ前だったんですけど、山深いのでこの辺りに日が差すまで結構時間がかかりますね。朝食はかぶじいさんお得意の前日コンビニで仕入れた弁当をスキレットで温めて食べる、このスタイルにハマってます。スキレットで温めるだけで本当に美味しくなるんですよね。はい、そしていつもはインスタントフリーズドライのインスタントコーヒーは最高で美味しいって言ってましたけど、この日は、職場の同僚が北海道ツーリング選別にくれたドリップコーヒーね、ゆっくりドリップしていただくことにしました。この自然の中でいただくコーヒーなんで、まずいわけがないんですよね。最高に美味しいでしたね。そしてコーヒーといえばお供のチョコレートですよね。この M&M のチョコレートもコーヒーをくれた同僚が一緒にくれたんですね。久しぶりに食べたんですけど、すごい美味しいでしたね。さらにですね、これですね、なんとタカポンさんとコラボで走った時に、私が何でしたっけ、このお菓子の会社、いかん、ボケた。ブルボンです。ブルボンのお菓子が大好きだっていうのをタカポンさんが気にしていてくれて、私にわざわざ買ってくださったブルボンのお菓子、これまた一緒にいただきました。最高に美味しかったです。この日の朝はキャンピングカーでこちらに泊まってらっしゃるご高齢のご夫婦がいらっしゃって、炊事場でちょっとそこの奥様と朝の挨拶をしたりして会話をしたんですけど、札幌からキャンピングカーで来ていて、このキャンプ場になんともう1週間ずっと泊まっていると。ゆっくりのんびり読書したり散歩したりぼーっとしたり、最高な時間を過ごしてますよね。なんか見ていても若々しくて、年齢をお聞きしたら75歳なんだそうですけど、なんでしょう、はつらつとしていて、なんでしょう、自分流でアウトドアを楽しんでる人たちっていうのがみんな若々しくてウキウキして見えるんですよね。いいですね。で、私が今63歳なんですっつったら、なんだ若いねって、もっと遊ばなきゃねって、やっぱ前くっちゃろこで言われたようなこと、同じようなこと言われましたね。かぶじいさん、ここで思ったことは、年齢っていうのはその0歳から始まって10、20、30、40、50、60と年を重ねていく、それは絶対的な時間の経過、絶対的な数字が示すものなんですよね。で、60代っつったら一般的にはもう十分シニア、年寄り、おじいちゃんおばあちゃんなんですけれども、自分よりも年下の人を見ると、若いねっていうことが言えるんですよね。75歳の人から見れば63歳っていうのはまだ一回りも年下、まだ若いじゃん、いろいろできるよね、もっと楽しまなきゃ、そういう相対的に見れば60代っていうのはまだ若いんだなって、そういう風に言えるんだなって、物事の見え方っていうのはいろいろあるなって感じます。
はい、薩内川のキャンプ場を出発して、これから太平洋の方向へ走っていくことにします。このキャンプ場はですね、ゴミの収集が徹底していて、分別ゴミの中身を点検してですね、ゴミ箱に入れるという、すごい徹底してましたね。今日はですね、目指すところは、日高山脈を駆け抜けて、反対側の海岸線、日高方面へ出て、どこか適当なところで最後のキャンプの夜になる予定ですね。襟裳岬を回る大回りもありなんですけど、私この日高山脈の中を横断したことがないでしたので、この雄大な山の景色を見るのもいいかなと思いまして、今日はこの日高山脈を横切るルートをのんびり走っていこうと思ってます。キャンプ場は海沿いに泊まろうと思ってるんですが、行ってみてですね、そこで決めてみようかなと思ってます。ただ今日はね、ちょっとね、憂鬱なイベントがあるんですよね。はい、今日憂鬱なイベントがあるって言ったのはですね、実はかぶじいさんは今63歳ですけど、まだ一応サラリーマンやってましてね、この日はどうしても外せない会議がありまして、東京都でですね、スマホで結んでリモートの会議をやらなきゃいけない、参加しなければいけなくてですね、そこに参加してですね、小1時間時間を潰しました。北海道ツーリングにね、出発しましてから、今日で9日目ってことで、もう気分的にはもう会社のことなんていうのはすっかり忘れてしまいましてね、ほんとのんびりマイペースでのツーリングを満喫していました。そうだったんですけど、今日、東京とつないでのリモート会議でね、もう一気に現実の世界に引き戻されましたね。やっぱこれはサラリーマンの宿命ですね。働いているからお金も稼げて、こうやって趣味のツーリングもできている。こうやってね、9日も10日もお休みをいただけてるだけでもありがたいのかなってじいさんは思うようにしています。はい。リモート会議終わりましてね、今セイコーマートで遅い昼飯を食べながら、ちょっと興ざめしながらご飯を食べてるとこです。サラリーマンですよね。はい。はい。セイコーマートで遅めの昼食をまったりしながら食べた後ですね、気分をもう一回取り直して、気を取り直して、走り始めたところですね。はい。ここで海岸沿いに出ましたね。ここから今度は北上していきますね。苫小牧方面へ向かって走ってるとこです。この海が真っ青で潮風、そして太陽の差し込む光、最高に気分爽快でしたね。途中の休憩所でバイク止めて、両手を広げてね、鳥のように風を受けてね、太平洋を今感じてるとこですね。最高の気分です。はい、こちら道の駅三石というところですね。ここは道の駅に併設して海辺を望めるね、素晴らしいキャンプ場があるんですけれども、あいにく風が強くて、今日じいさんここに泊まるのは厳しいなぁという判断をしまして、もう少し別の場所へ行くことにしました。で、Google マップを見ましてですね、もうちょっと走ったところに静内温泉という温泉施設のあるキャンプ場があるというのが分かりまして、そちらを目指してまた走り始めたところです。この辺は海辺でですね、海藻を干していたり、そしてこういう牧草地帯の枯れ草ロールと海と空のコントラストがもう最高に癒される景色でしたね。大好きです、この北海道の景色。はい、海沿いの国道から右折しまして、静内温泉の方へ向かって
山の方へ入ってきたところですね。この白い建物が室内温泉の施設ですね。とても綺麗でした。で、キャンプ場はこの先にありますよということで、そちらの方へ先に向かうことにしました。はい、こちらですね。小高い山に囲まれたこじんまりした静かなキャンプ場ですね。とてもいい雰囲気です。かぶじいさん、ここへ来てちょっとはたと気づいたことがありまして、今まで縦に積んでいたセンターキャリア上の荷物なんですけど、このように横積みにすれば低重心でバランスがさらにいいんじゃないかなって気がついたんですよね。明日この状態で走り出してみようって思います。長期間の旅の疲れも溜まってましたんでね、テントを張りまして、もう早々に温泉に行って食事も温泉で食べちゃおうってことにしました。キャンプ場から徒歩10分ぐらいでね、この温泉に来れるっていうのが最高ですよね。なかなか綺麗な施設でしたね。で、ゆっくり温泉に浸かれてですね、旅の疲れを流して、その後生をジョッキでいただきました。もう最高に幸せな瞬間でしたね。で、夕飯はですね、炭火焼き鳥丼ということで、炭火で焼いた香ばしい鶏肉に、帯広の豚丼風の甘いタレが絡まったとても美味しい丼いただきました。とっても美味しかったですね。夕飯食べ終えてちょっと落ち着いた後ですね、もう一回温泉に入ってからキャンプ場へ戻りました。北海道ツーリングもいよいよ今日が最後のキャンプテント泊ですね。焚き火を眺めながらですね、いろいろと物思いにふけているところです。今63歳になった自分がこれからどうやって生きていくのかなとか、というか自分がどうやって生きていきたいのか、それを決めるのは自分ですしね。そうやって未来のことを考えるのは楽しいですよね。この炎のようにね、風にたなびいてね、成り行きに任せながらこうさすらう、そんな旅してみたいですね。はい、次回予告編、ついに最終日が来ました。はい、最終日、旅の疲れのせいもあってかなり寝坊してしまいました。太平洋に沿って北上します。苫小牧で海鮮丼を食べました。美味しかったです。支笏湖の林道を走ります。最後支笏湖の眺めに癒されました。いよいよ最終ステージです。今回の北海道ツーリングの動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録と高評価ボタンをどうぞよろしくお願いします。